ジャンクの海からこんにちは。DIY VTuber の東雲はつりです。祝チャンネル登録者50人、フォロワー100人超えということでね、年内にここまで来られて本当に嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。来年も応援よろしくお願いします。今回は親戚のお家をリフォームするお手伝いをしたお話です。リフォームのコンセプトは男子が一度は住んでみたい秘密基地なんですが、はつりが VTuber を始める前に撮ったお蔵入り動画なんでね、今呪術廻戦ゼロやってますけど、いわば東雲はつりゼロですかね。YouTube を始める前に撮った動画やから結構素材不足なので、いつもみたいに見やすくまとまってませんけど、こんなことしたよっていうのを喋っていきたいと思います。はじめにキッチンですね。見てわかる通り内装はかなり古いですね。屋内用の給湯器の接続口がありました。ガス配管はかろうじてありますけど、給湯器もなければお湯の配管もありませんね。換気扇もレンジフードがありませんね。キッチン台を外していきます。タイルをやめたいので、キッチン台をのけて壁を剥がしたいと思います。排水しかついてないので、外すのが楽ちんですね。壁を破壊してますね。タイルの壁は、タイルがベニヤ板に張り付いてるんですけど、ベニヤ板が釘で止まってるので、タイルを剥がさないとめくるのが難しいんですよね。タイルは凄まじい強度の接着剤で止まってるので、スクレーパーとトンカチでやってると日が暮れちゃいますね。動画ではスクレーパーとトンカチでやってるんですけど、エアハンマーは絶対に用意した方がいいです。そういえば皆さん、上にミニマップがあるのにお気づきでしょうか？今作業している場所をオレンジに、加工している壁をピンクにしてあります。今どこを作業してるのか、これでわかりやすくなると思うんで、参考にしていただければなと思います。キッチンの壁は 5mm の化粧石膏ボードでした。棒とか当たったら一瞬で穴開くやつですね。今時の石膏ボードは 12.5mm なので交換していきます。壁の中の断熱材もだいぶ痩せてました。道理で寒いはずですよ。この柱を見てもらったら、この建物が在来工法で建てられたことがわかります。特徴的なのが斜めに入った筋階。エアコンつけるときに邪魔なやつですね。横の細いやつが抜きで、縦の細いやつが貫柱ですね。在来工法は角材を使って建物の強度を確保するのが特徴です。逆側も頑張って壁を破壊しました。トイレはこんな感じです。換気が悪くてカビ臭かったので、24時間換気ができるようにしていきたいですね。階段の下なので収納があります。便器を分解していきます。本当はこれも新品に変えたかったんですけど、今回は金属パーツと便座を温水のものに変えるくらいにしておきます。レトロなタイルも剥がしていきます。24時間換気のために天井に穴を開けたので、ちょっと覗いてみましょう。ちょっとホコリっぽいくらいで意外と綺麗ですね。虫とネズミの惑星を想像したので、綺麗だと超嬉しいですね。家の壁にも穴を開けたら、これで換気扇が取り付けられます。この家にはお風呂がなくって、はつりが住んでいた時は簡易シャワールームを作ってしのいでたんですけど、お風呂がないと不便なのでお風呂を作っていきます。茶色い枠が土台、真ん中のが大引き、等間隔に入ってるのが根太と書いて根太ですね。お風呂は 2x4 工法で作ってるんですけど、2x4 工法っていうのはアメリカで誰でも作れるように作られた工法なので、何を作るときにどこにどの間隔でどのサイズの木材を使って
釘はどこにどのサイズを何本打てばいいのかが全て明確です。本を一冊読めば作るだけなら誰でもできるようになります。絵で見る建築工程図シリーズ 2x4 工法2階建て住宅をおすすめしておきます。喋ってたらいつの間にかキッチンの壁が破壊されてますね。この建物はコンクリート壁なのでエアハンマーで破壊しました。タイルをめくるぐらいなら楽なんですけど、コンクリートを壊すにはエアハンマーでもかなりのパワーが必要です。次やるなら腰を入れやすいハンマードリルが欲しいですね。910ミリ間隔で入る合板受け。床を止めるための角材が入りましたね。床に断熱材を埋めていきます。今回はスタイロフォームっていう発泡タイプの断熱材です。暑ければ暑いほど断熱性能が上がるので、お家を注文するときは気にしてみるといいかもしれませんね。断熱材が貼れたら、ベニヤ板を貼って完成です。ベニヤ板を貼るときに接着剤をちゃんと塗っておくと床鳴りが防げます。釣りは1枚目のベニヤ板を貼るときに塗り忘れたので、1枚目はちょっと鳴る部分があります。なんか枠がありますね。これは何を作っているかというと、壁です。ここはキッチンとつなぐための壁なので、複雑でちょっと苦戦してますね。キッチン側の壁はもうあるやんって思うじゃないですか。こっちは別の建物になるので、屋根をつなげたりするのが難しいんですよね。なので、ここにも壁を作ります。外側に防水透湿シートを貼ります。お家の中って実は湿気がすごいので、外側は防水はするんですけど、結露を防ぐために外側から湿気を出します。壁ってめちゃくちゃ重そうじゃないですか。まあ普通壁って重そうだなとか考えることないと思うんですけど、作ったら立てないといけないですからね。でも意外とこの程度の小屋の壁だったら骨組みで軽くって一人で簡単に起こせました。残りの壁も立てていきます。一言でカジュアルに残りの壁が立ちましたね。そして皆さん見てください。空き地が骨組みに進化しました。次にこれは何かというと内壁ですね。浴室と脱衣所を隔てる壁です。これ以上進めるとユニットバスを入れるのが大変になってくるので、ここでユニットバスを組み立てていくことにしました。ユニットバスというのは定価で130万とかするんですけど、ヤフオクとかを見てると展示のために一度組み立てられた中古品やったら10年前のやつとかやったら6万円とかで買えます。送料も6万円くらいするので12万円くらいでした。でも組み立ての説明書がなかったり部品が足りないことがあるので、難易度で言うとマスターグレードのガンプラぐらい難しかったです。見てください。この美しいユニットのパネルを、こんなに美しい金属化粧板が6万で買えるなんて、これだけでも元が取れた気がしますね。しかもなんか強くなれる理由知れそうな、どこか長男を感じさせる柄で、10年以上前のモデルなんですけど、ちょっと一周回って流行りに乗ったデザインですね。お風呂が届いた時に、お風呂届いたって SNS に載せたんですけど、お風呂って届くことあるんだって友達のコメントがじわじわ来ました。あとは屋根を作る前にユニットバスの露天風呂に入れるチャンスって今だけじゃないって思ったんですけど、お湯とガス配管を入れてもらう日がまだだったので、急激エヴァの精神崩壊アスカごっことかしました。屋根が始まりましたね。一つだけ確かなことは、これは冬にやることではないということですね。雪の降る中、冷たい風が吹く骨組みの上は激寒です。いよいよ屋根張りですね。屋根に板を張った時の達成感はものすごかったです。
建物として完成された感がすごいので、壁にも断熱材と板を張っていきます。雨に強くするために屋根の端っこは金属のカバーで覆ってあげます。屋根の下地はルーフィングシートっていう防水のマットで覆ってあげます。軒天井を張っていきます。屋根はアスファルトシングル拭きにしました。軽くて安くて施工が簡単です。これができたら屋根として完成です。トイレが綺麗になったので便器を設置しました。見てください、このミッドセンチュリーなトイレ。素敵ですね。インターホンと宅配ボックスをつけました。いよいよ本格的に壁を張ります。外壁は焼き物が良かったんですけど、入手性が高いのでガルバリウム合板にしました。ガンダム作れそうなキッチンの内装を全部剥がして断熱材と石膏ボードを貼っていきます。これをやると外感があったのが一気に現代的な家の室内感が出てきますね。大きい収納棚を作りました。そして皆さん見てください。脱衣所が生まれています。ここは脱衣所です。ライトはスポット LED にしました。天井を張っています。ここからは作業の動画の中で唯一の取れ高であるコンクリートの剥離作業を移していきます。この家は車庫のスペース確保のために居室とキッチンが分かれてます。なのでキッチンと居室をつなぐ仮通路を作るためにコンクリート壁を削っています。この時持ってた工具がエアハンマーだけだったので握力だけで死ぬ気で張っているんですけど、開通したらやっぱ気持ちがいいですね。仮通路としてるのは大きい車をシャッター管理したい時に閉じれるように作っているためです。男の秘密基地がコンセプトなので、将来的には車を眺められる窓とかも作りたいですね。外れました。次は洗面所の工事のために地下がどうなっているのか自分で確認している動画です。これやってると PSP のメタルギア思い出しますよね。シリーズの対戦の中やと一番好きでした。ここからは動画は残ってないんですけど、ビフォーアフターを画像で紹介しますね。まずはこのサビサビの洗面台と昭和のトイレがこうなりました。おしゃれ照明とミッドセンチュリーな内装でいい感じですね。24時間換気もできるようになって匂いがこもりません。正面はインターホンと宅配ボックスがあります。キッチンは今時の内装とキッチンパネル、レンジフードがつきました。空き地は物干しワイヤーと収納付きの脱衣所と炭治郎のユニットバスになりました。新品みたいにピッカピカです。屋根はこんな感じ。古めかしい居室は、これまたミッドセンチュリーな感じの隠れ家的デザインになりました。殺風景だった車庫はいろいろぶら下げたり、玄関がついたりしました。ちょっと今回はお蔵入りしていた動画だったので、まとまりなかったんですけど、面白かったよって方はチャンネル登録、高評価、Twitter フォローよろしくお願いします。バイバーイ。